なぜ弾が当たらないんだ。米軍兵士が絶叫する中、一機のゼロ戦が不沈艦と呼ばれた空母エンタープライズに突入していきます。操縦していたのは富安俊介中尉、わずか22歳の青年です。彼の特攻は敵国アメリカからも神聖な風と称えられました。しかし、その真実が明らかになったのは戦後58年が経ってからのことです。一体、雲の上で何が起きていたのでしょうか。富安中尉は大正11年、長崎県で生まれました。幼少期のあだ名はメバチ、愛らしい瞳が印象的だったからです。運動神経は抜群でした。中学時代、鉄棒で何度も大車輪を披露していたという逸話が残っています。早稲田大学では柔道部に所属、同時に音楽も愛し、ハーモニカでコンサートを開くほどの腕前だったのです。周囲の証言によれば、陽気で人懐っこく、音楽やスポーツを愛する人物であったといいます。昭和18年、大学を卒業して満州鉄道に就職しました。しかし、戦況悪化によりわずか1年で軍人の道を歩むことになります。土浦海軍航空隊に入隊した富安中尉。短期間でゼロ戦操縦員として頭角を現しました。しかし、富安中尉の出撃が刻一刻と迫っていたのです。昭和19年10月、フィリピン海戦で初の特攻攻撃が実行されました。関幸夫隊員率いる神風特攻隊の攻撃です。この攻撃は衝撃的な戦果を挙げました。米空母1隻を撃沈し、もう1隻に大損害を与えたのです。それまで日本軍が総力戦で挑んでも、米空母1隻しか撃沈できませんでした。特攻の威力は絶大だったのです。アメリカ軍司令官ウィリアム・ハルゼーは語っています。勇敢な米兵でも生き残るチャンスのない任務は引き受けない。神風特攻隊の存在は米軍の想像をはるかに超えていました。しかし米軍も対策を講じます。レーガー網の構築、迎撃部隊の増強、対空砲火の強化。昭和20年には完璧な迎撃態勢が完成していました。そんな絶望的状況の中、富安中尉に出撃命令が下されるのです。富安中尉の標的となったのは空母エンタープライズでした。排水量2万トンの中型空母です。真珠湾攻撃時、幸運にも郊外にいて被害を免れました。その後、日本軍を大いに苦しめる存在となります。ビッグ E、ラッキー E、グレーゴースト、数々の愛称で呼ばれました。米海軍の希望の象徴だったのです。戦争中15回もの損傷を受けました。しかし優れたダメージコントロール能力で何度も戦場に復帰したのです。ミッドウェー海戦では日本海軍に決定的打撃を与えました。エンタープライズの急降下爆撃隊が空母加賀を撃沈。さらに赤城にも致命傷を与えたのです。日本軍からは9回も撃沈したと誤報されました。それほど日本軍にとって手強い相手だったのです。当時エンタープライズは沖縄戦支援の航空機運用に従事、沖縄近海を周回しながら艦載機の発着艦を続けていました。つまり飛行甲板を止められるかどうかがその日の作戦全体の呼吸にも直結していたのです。この最強の空母に富安中尉は短期で挑むことになります。昭和20年5月14日午前5時30分、富安中尉はゼロ戦に登場しました。神風特攻隊第6筑波隊15機が500キロ爆弾を搭載して飛び立ちます。標的はエンタープライズを含む米機動部隊。重い爆弾のため、滑走路端から端まで滑走してようやく離陸しました。途中、1機がエンジントラブルで脱落します。他部隊と合流し、総数26機の大編隊が組まれました。22歳の富安中尉を含め、隊員たちは皆20歳前後の若者。彼らはそれぞれの思いを胸に、青い空を米軍最強の空母を目指して飛び立ったのです。狙いは艦の急所、成否で戦局が変わる。しかし、待ち受けていたのは想像を絶する激戦でした。エンタープライズを含む第58任務部隊は、レーダーで特攻隊の接近をいち早く察知しました。大量の迎撃戦闘機が緊急発進します。激しい空中戦が繰り広げられました。26機の特攻機のうち19機が撃墜されます。エンタープライズにたどり着くことすらできませんでした。生き残った7機も護衛艦隊の対空砲火を浴びます。次々と撃墜されていきました。最後に残ったのは
トビアス中尉の機体ただ一機。仲間の無念を背負い、絶望的な状況で最後の攻撃に臨みます。トミアス中尉は500キロ爆弾を抱えたまま、巧みに雲に身を隠しました。時折雲の切れ間からエンタープライズの位置を確認します。まだだ。機会を待つんだ。エンタープライズの乗組員たちは緊張で息を詰めていました。20分間の膠着状態。その時、運命が動いたのです。午前6時56分、トミアス中尉がついに雲間から急降下を開始しました。エンタープライズは集中砲火を浴びせます。しかし、トミアス中尉は弾幕をかいくぐり、海面ギリギリまで急降下しました。強行砲から超低空で接近します。弾が当たらない。なぜだ。米軍兵士たちの悲鳴が響きました。目標まで1000ヤード。衝突は間もなくです。その瞬間、トミアス中尉は驚くべき操縦を見せました。エンタープライズの真横で機体を90度引き起こし、一気に急上昇したのです。重い爆弾を積んだゼロ戦での急上昇は危険でした。空中分解の恐れがあるため、整備兵から厳しく制限されていたのです。しかしトミアス中尉はあえてその危険を冒しました。狙いはエンタープライズの全部エレベーター、最大の弱点だったのです。甲板のエレベーターピットは巨大な開口部。ここを損傷すると発着艦が長時間停止します。装甲化された区画より復旧に時間がかかり、艦そのものは沈まなくても空母として機能停止に追い込める。まさにそこを狙いに定めたのです。真上に達したトミアス中尉はさらに驚異的な技を披露します。エンタープライズの真上でトミアス中尉は機体を180度左旋回させました。背面飛行の姿勢をとったのです。機体を逆さにすることで翼の揚力を減少させます。落下速度を増加させ、命中率を高める狙いでした。真上から背面飛行のまま、全速力で急降下、エンタープライズの飛行甲板全部に激突します。この衝撃で第一エレベーターが破壊、エレベーターホールが吹き飛び、飛行甲板の大きな張り出し部分が持ち上がりました。エレベーター台は120メートル上空へ吹き飛ばされます。そして左舷の海面に落下し、大きな水しぶきを上げました。爆弾は飛行甲板を突き抜け、3階下の格納庫内部で爆発。格納庫全部とエレベーター室に火災が発生しました。エンタープライズは全部に開いた大穴から激しく浸水、前のめりに傾斜しながら炎上したのです。トミアス中尉は見事、エンタープライズの最大の弱点を突き、大破させることに成功しました。死者14名、負傷者68名。しかし、エンタープライズが受けた損傷は甚大でした。全部エレベーターや飛行甲板などが大破し、戦闘機の離着陸ができなくなります。大修理が必要となり、長期間戦線から離脱することになりました。これが激戦を戦い抜いてきたエンタープライズの最後の戦闘となったのです。米軍のあるパイロットは戦闘状況を詳しく記録していました。このゼロ戦は弾幕にやられそうになると雲に隠れる。時々顔を出してエンタープライズの位置を確認し、急降下を始めた。高速で機種上げしそうになると、背面飛行で修正、空母の最も弱い部分を狙って突入している。これまで日本海軍の先輩ベテランが3年かかってもできなかったことを、彼はたった一人で一瞬の間にやってのけた。富安中尉の神業的な操縦技術は、敵国アメリカ海軍関係者の心を大きく揺り動かしました。米軍では通常の神風と区別し、神聖な風と呼んだのです。ですが、この操縦者の素性は長く謎のままでした。その名もなき操縦者の手がかりは、米海軍の戦闘記録に残った一行から始まります。1945年5月14日6時56分、富西。事の発端は海兵77機の菅原艦士が米側関係者へ取材していた時でした。帰ってきたのは1945年5月14日6時56分、富西という中尉がゼロ戦の爆戦でエンタープライズに突入という証言。当日夕刻、艦上では戦死した13名の乗組員が星条旗で包まれて水葬され、その後にエレベーターホールの下から特攻機搭乗員の遺体も艦尾から水葬されたとも記載されていたのです。米海軍の階層は
遺体を布で包み、重りを伏し、祈りとともに海へ返す簡素な儀式。しかしこの日、敵兵にも同じ作法が守られたのです。それは職業としての兵への最低限の尊厳が最前線でも貫かれた瞬間でした。すると飛行服の階級章で海軍中尉と分かり、ポケットの名刺から日系通訳が富在と読んだ。ですが日本側の未帰還記録に富在という名前は存在しませんでした。ここから日米の照合作業が始まります。防衛研究所の資料を洗い直すと、当日未帰還の爆戦、海軍中尉は4名、うち2名は6時56分の時点で別地点で生存確認。残る2名が富安中尉と楠本中尉でした。米側の被弾時刻1、突入体温と日本側の出撃編成を突き合わせ、富在は富安中尉と結論付けられていったのです。エンタープライズの乗組員だったノーマン・ザフト氏は、突入してきたゼロ戦の破片とプロペラの一部を保管していました。戦後長い間、ザフト氏は神風に対して良い感情を持っていなかったのです。それは同僚3名がこの戦いで命を落としていたからでした。しかし、50年以上の月日を経て、その感情も薄れていきます。ザフト氏は、富安中尉のゼロ戦破片を日本の遺族に返還することを決意しました。2003年、搭乗員が富安中尉であることが確定しました。ご遺族が東京にいることも判明します。同年7月、富安中尉のゼロ戦破片がご遺族のもとに返還されました。この破片は弟の秀夫さんの希望により2005年に鹿屋基地の資料館で展示されています。弟の秀夫さんは生前こう語られていました。兄俊介の最後を知り得たことは家族として無上の喜びです。しかし、一緒に出撃した仲間の支援があって初めて突入できたのですから、手柄を独り占めにすべきではありません。2020年5月14日、富安中尉の命日にもう一つの奇跡が起きました。別のエンタープライズ乗組員によって保管されていた富安中尉の軍服から見つかった50銭札がご遺族のもとに届けられたのです。そしてこの連絡があった日はちょうど富安中尉の75回目の命日。受け取り手となった富安中尉の姪にあたる陽子さんは語っています。おじはきっと帰ってきたかったのだろう。おじは雲の上で何を持っていたのでしょうか。私は誇ればよいのか、痛めばよいのか、悔やめばよいのか、答えが出ません。ただ今日はおじが好きだったというカレーライスでも作ろう。75年ぶりの帰還の方をおじと一緒に静かに祝おう。そして富安中尉が残したものはこの50銭札だけではありませんでした。富安中尉が家族に宛てた最後の手紙が残されています。父上様、母上様、姉上様、突然某方面に出撃を命ぜられ、ただいまより出発します。もとよりお国に捧げた身ゆえ、心残りはありません。必ず立派な戦果を上げる覚悟です。私がいなくなったら寂しいかもしれませんが、大いに張り切って元気に暮らしてください。海軍に入るとき、当然死を覚悟していましたから、皆様も寂しがることはないと思います。戦後75年の月日を経て、富安中尉の遺品は家族のもとに帰ってきました。皆さんは現代に届けられた富安中尉の小さな破片と色あせた50銭札に何を感じ取られるでしょうか。雲の上で最後の決断を下した22歳の青年の思いを私たちは決して忘れてはならないのです。この物語を聞いてあなたはどう思いましたか？コメント欄でご意見やご感想お待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。